ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。いつどのようなことが起きても、それはどこまでも神様の間違いない働き、金光大臣御取次の圏内にあることと分かっていても、びっくり仰天するようなことがある。驚いてはならぬと仰せられるが、そこは凡夫のこと。少なからず心は動揺する。そんな時は神様に心を向け、心を鎮める願いをすることである。神様は少しも驚いていぬかのようなおかげをくださるものである。できずともできたかのようにおかげをくださる。金光大臣のおかばいがあるからである。神様に心を向けと師匠が教えておられます。この神様に心を向けるということに心しておきませんと、成り行きをいただくという上においても、いただき違いをしてしまうようなことになりかねませんね。今朝はちょっとびっくりするようなことを教えていただきました。それは節度をもって成り行きを尊ぶということを教えていただいたように思います。2、3日前でしたか、師匠の研修を聞かせていただいておりましたら、その中のことを今朝思い出させていただいたのです。成り行きを受けるというけれども、すべての成り行きを受けるというのではないというのですね。受けて受けて受け抜くとか教えていただきますから、一切の成り行きを合唱して受けていけばよいのかというと、そうでもないのですね。こんなことを言うと驚かれるかもしれませんね。すべての成り行きを受けていけばよいというのではないというのですね。中には受けてはならぬ成り行きもあるというのです。それを自然との対決とか成り行きとの対決と表現しておられるのですね。節度をもって成り行きを尊んでいかなければならないと。あるいは分相応ということかもしれませんね。どういう表現をしていいのかよくわかりませんけれども、例えばこういうことなのですね。例えば修行生である。ただいま修行中という身分である。そういう時に、心安いご信者さんから先生、映画のチケットが2枚ありますから、今度お暇な時に映画に行きましょうと誘われたとしましょうか。これは成り行きだと、その一緒に映画を見に行くというようなことではいけないよと。これは修行生としてただいま修行中という看板を掲げているのに、映画に誘われたから映画を見に行こうというようなことでは、成り行きを本当に大切にしているということではないよということなのですね。また例えばご信者さんならご信者さんで、今度何月何日に教会行事がある
例えば総会なら総会としましょうか。ご大祭ならご大祭でもいいですけれども、ちょうどその日にある友達から今度温泉に行こうと誘われたと。今度は教会行事だけれども友達から温泉に行こうと誘われた。これは成り行きだな。これは温泉に行かせていただこう。と言って温泉に行く。それなどは成り行きの頂き違いだと。そういう成り行きはいただいてはいけないのだと。いわばそういう成り行きとの対決をしていかなければならない。やはり教会行事を取るのが信者としては当然といえば当然、そちらを取らなければならない。教会行事を取るのが本当だということなのですね。何でもかでも自分の身の上に起こってくる成り行きをありがたくいただけばよいというのではないというのですね。いわば節度を持って自分がただいま修行中という看板を掲げているなら、その修行中という看板に沿うた成り行きのいただき方。私はどこそこの信者でございますというならば、その信者であれば取るべき道はこうであろうがと、その何と言いましょうかね、その身に合った成り行きのいただき方を選択をしていかなければならない。時にはその成り行きと対決していく時もあるのだということなのですね。この辺がはっきりと、それこそ神様中心の生き方というのでしょうか。神様に心を向けた成り行きのいただき方をしていきませんと、しだごだな成り行きをいただくということになってしまいますね。何でもかでも成り行きだ成り行きだといただいていけば良いというのではないということですね。節度をもっての成り行きのいただき方を学んでいかなければ、身につけていかなければ、神様のご信用というところからは外れていくことがあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。